はい、こんにちは、ザッピーです。最近少しビートルズの、話をしやすい環境なんですよね。というのは、普通はですね、ビートルズの、音楽とかもうあまり聞かないんですけれども、少し最近聞いています。あの、その中で最近ね、手に取って聞いてたので、手に取ってというか、好んで聞いてたので、えーその中の一つなんですけれども、メアリー・ホプキンのグッバイっていう曲があるんですよね。グッバイ、さよならっていう曲なんですけれども、ご存知の方も多いでしょうけれども、これはポール・マッカートニーが作曲して、メアリー・ホプキンに歌わせてナンバーワンヒットになった曲ですよね。確か、後期ビートルズがまだいる時でしたので、えービートルズの曲ともね、競い合うような感じで、ヒットチャートを賑わせたんじゃなかったかなと思いますけどね。もうかなり昔なんで、おぼろげにしか覚えていません。しかし曲はすごいクリアに覚えてまして、名曲ですよね。もう名曲っていうか僕は大好きな曲ですよね。ポール・マッカートニーがデモテープを作った段階の録音なんかが今、ウェブサイト、YouTube にも上がってますけれども、驚きの作品なんですよね、本当にね。まあ、簡単にささっと弾いてささっと歌ってるんですが、もうあまりに、もなんていうかな、艶のある声、それと、ギターのスムーズな演奏。ギターとボーカルだけなんですけれども、本当に才能の塊みたいなね、作品になってますよね。で、これを聞いててね、少しふと思ったんですけれども、やっぱりポール・マッカートニーって、あの、極端な話、自分が歌わなくてもいい曲になっちゃうわけですよね。このメアリー・ホプキンが歌ってもね。おそらくポール・マッカートニーが出したってヒットチャートナンバーワンになった可能性だって十分あるわけですけれども、メアリー・ホプキンが出して大ヒットしちゃうわけですよね。で、同じようにバッドフィンガーが歌ったものでもカマンゲットイットっていうのがありますけれども、あれもポール・マッカートニーがささっと書いて、これでナンバーワンだよって言って渡したみたいなね、逸話が残ってますけれども、そしたら本当にナンバーワンヒットになってしまったというものですよね。その古くはピーターとゴードンの、えー愛なき世界って言ったっけ、ちょっと日本の名前は覚えてないんですけれども、とにかくね、ポール・マッカートニーはささっと書いて人に渡しちゃうものがもったいないっていうぐらい、もうすぐできてしまって、すぐに人に渡して、すぐにその歌った人がナンバーワンになってしまうわけなんですね。本当にびっくりしますよね、この人の才能には。あの、メアリー・ホプキンのそのグッバイもそうですけど、もう本当にデモテープのギターとボーカルの段階でもう美しすぎるぐらい、かっこよすぎるぐらい出来栄えがいいわけなんですよね。つまりアレンジなんか全然してない段階でもう完璧になっちゃってるぐらいのね、完成度ですよね。他のね、3人もデモテープ作ったりしてますけれども、デモテープの段階ですごいと思ったのは、他の3人には正直なところ僕はないですね。ただ、僕個人のあくまでも感想ですよ、これは。全然偉大ではない人間が言ってるたわごとです。しかし、あの、彼ら3人、残りの3人のね、デモテープとかいろいろ聞いてみたところで、やっぱりそう、ポール・マッカートニーほどググッときたものはないですね。ジョン・レノンがストロベリー・フィールズ・フォーエバーとかやってるのもあったり、ジョージ・ハリスンが、While My Guitar Gently Weeps をね、ソロでギターで弾いてるのもありますけれども、やっぱりこれをアレンジしないと、バンドにしないとダメじゃないかなと思うものが、やっぱり多いですよね。ポール・マッカートニーは時々もうギターだけで完璧になっちゃうのが出てくるんですよね。そういうふうに気がします。あとはですね、やっぱりポール・マッカートニーはそうやって人にね、提供する歌っていうのが簡単にできてしまうんですけれども、他の3人はやはりそれはないですよね。リンゴ・スターはまずね、作曲なんかしませんけれども、ジョン・レノンであっても、他の人に歌を提供して成功した例っていうのはないんじゃないでしょうかね。本当に。I Wanna Be Your Man だけポール・マッカートニーと一緒に作って、ささっと作っちゃったそうですけどね、あれもね。それをローリング・ストーンズにあげちゃったわけですよね。あれでローリング・ストーンズは確か大ヒットになったと思いますけれども、そのくらいじゃないですか。
ジョン・レノンが人にあげた曲というのは。まあ、人がね、他人がコピーしてくれた曲、っていうか、カバーしてた曲はありますけどね。エルトン・ジョンがルーシー・イン・ザ・スカイ・ウィズ・ダイヤモンドをカバーして、確かあれは1位になったんじゃなかったかな。まあそんなのはありますけれども、人のために書いた曲ですごいことになったっていうのはなかったような気がしますね。で、ジョージ・ハリスンも同じようにそれは言えるんじゃないでしょうか。まあ、ジョンもジョージもリンゴのために書いてるのはあるんですよね。まあ、ジョンは I'm the greatest っていうのを提供してたと思うんですけれども、まあ正直な話、名曲というほどではないんじゃないかと思いますね。で、ジョージ・ハリスンもリンゴスターに大ヒットになったんですけれども、思い出のフォトグラフという曲をね、提供したっていうよりもあれは共作かな、リンゴスターとね。で、まあ、あれも、そうですね、出来栄えとしては大ヒットにはなったものの、こう、生命力という意味では、あんまなかったと思いますね。というのは、実際もう今ほとんど名曲として記憶されていないですもんね。なので、曲の持つ生命感というかね、持続力というか普遍的な生命力というものはない曲だったと思います。まあ、大ヒットになったのは、ビートルズ解散したばっかでね、それでリンゴスターの曲じゃなかった、リンゴスターのアルバムで、まあ、ジョージ・ハリスンと一緒に作って、シングルカットされたというところの、まあ、話題性というかみんなの期待感ですね。おそらく期待感。そちらの方が圧倒的に大きかったんじゃないかなっていうふうに僕は当時は結構よく覚えてるんですけれども、そんな気がしますし、そんな思い出があります。解散した当時っていうのは、まだまだみんなビートルズに対して熱があってね、熱というかすごい期待感が高くて、どんな作品でもほとんどもうね、ヒットチャートの上まで上り詰めてったと思います。そんな記憶があります。なので、やっぱりポール・マッカートニーの偉大なところっていうのは僕はですね、よく思ったんですけど、当時は。ああ、この人は本当に出す曲で外れはないなと思った記憶がありますね。みんないい曲なんですよ。まあ極端な話、リンゴスターのフォトグラフとか、思い出のフォトグラフとか、明日への願い聞いてもいい曲だなって僕当時思わなかったんですよね。で、ジョン・レノンのマザーもシングル、マザーね、マザー You Had Me って、あれもシングルカットされてましたけれども、全然いい曲だと思わなかったんですよね。歌詞とかね、内容の重要性っていうのはわかりますけれども、曲としてはやっぱり、まあメジャーなね、メロディーではなかったですしね。まあ別にそれがいいっつってんじゃないですよ。そっちが、メジャーなメロディーだけがいいなんて決して思いません。全く思いません。ただ、ポール・マッカートニーのすごいところは、とにかくどんな曲をもってしても、まあメジャーになり得るメロディーと、それから音楽のクオリティはあったんだなっていうふうに思います。メアリー・ホプキンを聴いててね、あ、こんなに名曲がやっぱり、ふとね、誰かにあげれてしまって、自分は歌わない。永遠にもう二度と歌わないわけですよね。それ以来ね。そんな曲になっちゃうんだなっていうのがあって、ああ、もったいないぐらいの名曲を人にあげちゃうんだなっていうふうに思いました。まあ、ポール・マッカートニーにはメロディーっていうのは泉のようなものであって、決してもったいないものではないんだなっていうふうにやっぱり思います。湧いてくるので、誰かにあげても自分の手を離れていっても、また湧いてきたものをね、泉から湧いてきたものを自分が歌えばいいだけなんだなって。すごい人ですね。本当にそう思います。はい、失礼しました。